おはようございます。今日はギマランイシュ Vlog の続きで、ギマランイシュで一泊した後、アマランテという町に来ました。アマランテはギマランイシュと同じくポルトガル北部の町で、おそらく日本の視聴者さんでアマランテ知っている方あんまりいないんじゃないでしょうか。アマランテはですね、ギマランイシュからバスで30分ぐらいの位置、ちょっと南下した位置にあって、僕も今日本当にここ初めて来て、で一日ちょっとゆっくりしようかなと思っていて、もちろん観光もしつつですね、今日はちょっとスローな時間をアマランテでじっくり過ごしたいなと思っています。広いスクエアにクリスマスツリーが立ってて、とっても可愛いです。リバーサイドは朝に来たので、この朝もやがすごい素敵です。わかりますかね、映像で。うっすらともやが優しい雰囲気を醸し出してます。これ買います。街がめっちゃ可愛い。本当に可愛い街です。あとちょっと今まだギマランイシュで朝食べたばっかりでお腹減ってないので、後ほどゆっくり紹介するんですけど、街にすごいパステラリアが多いです。アマランテは結構ご当地ペストリーがいっぱいあって、それも盛んなので、この小さい通りの中に素敵なパステラリアがすごい密集してます。ちょっと今日は胃もたれの後なのであんまり食べれないのが実情なんですが、でもせっかく来たのでちょっと何店舗か回っていろいろ食べ比べしたいなと思ってます。川岸に降りてきました。素敵すぎる。見てください、この風景。この朝もやが美しい。景色が水面に綺麗に反射しているのがすごい素敵です。本当に絵の中にいるみたいです。素敵すぎる。これ見ていただくと分かる通り、水がすごい綺麗です。すごい真っ透明。このカフェがリバーサイドにあって、橋の真横なんですよ。すごい素敵なビューです。運よく川の真横の席を確保できました。こっちが、ブリザスドターメガというお菓子です。で、こっちが、フォグエテスというお菓子です。どっちもアマランテの、ご当地スイーツです。
この5つがアマランテで有名なご当地スイーツみたいです。コグエティスのブリサスとタメラも美味しかったです。個人的にはブリサスとタメラの方が珍しくておすすめかもです。この船みたいな形、タメガっていうこのタメガ川の名前も入ってて、船の形なのでちょっとそういう川の浮かんでるイメージなのかなと思うんですけど、そう見た目も可愛いし、この周りの生地がアイスクリームのコーンみたいな生地なのも珍しくて、そう味は卵黄クリームなのでもうよくある修道院菓子の味なんですけど、そうどっちかって言ったらこっちの方がちょっとアマランテ特有な感じがしておすすめです。このカフェ本当に雰囲気素敵なので、アマランテいらっしゃる方は絶対訪れてください。かなり人気店みたいでちょっと並んでますが、でも開店はそんなに遅くないと思うので、そんなに大行列にはならないと思います。コンサル協会がちょっと今閉まってるので、また後で再チャレンジしようと思います。今ちょっとサウゴンサラの周り歩いてるんですけど、すごい雰囲気。中の回廊がちょっとここから覗けるので見てみます。サオゴンサロ教会の横にあるエレベーターを登って上に来ました。ここから教会の回廊をまた見下ろせるのでお見せしますね。こんな感じです。素敵だな、この景色。どうでしょう皆さん。でこのエレベーターの目の前のこれルイナス・ド・コンベント・デ・サンタ・クララ、コンベントの跡地というか今修復作業中っぽいですね。こう枠組みというか工事中の跡が見えます。でこのコンベントの真横に行くとこの広場があって、そうこの広場というかこのコンベントの横の一帯のところは今そうここに書いてあったんですけど、そうこのモネスタリーはそう13世紀に建てられて、で今ここを保全してこの場所を今ライブラリーとして活用しているそうです。入っていきましょう。あれかな、今日は日曜日だからライブラリーやってないけどどこまで入れるんだろう。見えるかな、ちょっと窓から図書館の様子を映します。窓が反射してよく映せなかったんですけど、中覗いた限りこれやっぱり高台にあるので
本棚越しにすごい綺麗なビューが見えて、すごい素敵そうです。平日に来たら皆さん中もちゃんと入れるので、平日に来られる方はぜひ中見てみてください。すごい素敵です。だってこの立地ですよ。こんなビューが本読みながら見れるなんて素敵ですよね。なんか普段僕リスボンの Vlog でも図書館よく紹介してますけど、本当にポルトガルの図書館って古い建物、こういうところとか、あと宮殿とか利用して作られているので、本当にどの図書館もすごい趣があって古くて素敵なんですよね。羨ましいです。これ見えますかね。これ中とかもアーチがあってすごい素敵なんです。この図書館のアズレージョ見てください。すごい立体になってて、この黄色い花がすっごい綺麗。さあ、せっかくここまで来たのでどんどん上に坂を登っていきますよ。上に行けば行くほどビューが綺麗だと思うので、どんどん探検していきます。で、地図でハイキングコースがあったので、ハイキングコースの方まで来てみたんですけど、そう、これなんか見た感じあれですね、もともと駅と列車の線路だったところをハイキングコースにしてるみたいですね。こう駅のホームとか後ろに見えますし、こう電車の列線っていうんですかねの跡がいっぱいところどころにあります。なんか本当はですね、もっと山間部の方までこのコース続いてるみたいなんですけど、今修復中っぽくて、あの辺りで止まっちゃってますね。本来はもっと奥まで続いてるみたいです。こんな感じですよ。すごい素敵ですよね。ここおそらく列車が通っていたと思うとすごい素敵です。あ、これまさに当時の線路の名残じゃないですか。で、この道の端っこに来たら橋の上の線路跡もありました。こんな感じ。気になって調べてみました。ここはリーナド・タメガという鉄道のやっぱり跡を利用して作られた遊歩道だそうです。なんと1900年代前半から1990年まで実際にここ汽車が走ってたそうです。いいですね。古いものを必ずこう完全に取り壊さずに再利用するポルトガルの良いこうなんていうんですかね、手法で今の形にこう散歩道として残されているの素敵ですね。このソラールドス・マガリアイス、これちょっと中は入れなくて一般公開されてないんですけど、これがソラールっていうのが、貴族の邸宅みたいなもので、そう実際この、邸宅は、当時の貴族の方の、住まわれていた場所で、かつその19世紀当時のリベラル派の集会集いの場所にもなっていた、そういう意味で歴史的な、意味のある場所だそうです。このバルコニーのアーチの石廊がすごい素敵ですよね。
今偶然この景色見てたら川辺に小さなクリスマスマーケット発見したので、ちょっと見に行ってみます。で、冒頭の方にお見せしたイグレジャ・デ・サオ・ゴンサロの真横にもちょっと登ったところに、この今見えているイグレジャ・デ・サオ・ドミンゴスという場所もあるので、こっちも一応登ってみに行きます。残念ながらこっちも今日は入れないみたいなんですが、一応前まで行きますね。ここがとっても美味しそうなので、ちょっと明日の朝ごはんのパンを買うついでにお茶でもしようかなと思います。このパンがすごい美味しそうなので朝ごはん用に買いました。このカフェもリバーサイドで景色がすごい素敵です。アマランテ素敵なリバーサイドビューのカフェがいっぱいありますね。ムゼイド・アルテ・モデーナ、アマデオ・デ・ソーザ・カルドーソ。最初に上から見下ろした回廊はこっちのミュージアム側に属してるんですね。素敵です。このミュージアム最高です。アマディールの展示も素晴らしいですし、同時代の他の方もテンポラリーの展示もやってるんですけど、本当に素晴らしいキュレーションで、この空間も美しいし、うっとりしちゃいます。でアマデオがどんな人物かというとですね、アマデオはポルトガルのモダンアートになんていうんですかね、革新を起こしたというか、先駆者の一人でもあるような存在ですね。幾何学的なこう絵柄とかですね、文字とか記号を入れるスタイルとか、本とか文字、新聞とかですねをキャンバスにするようなスタイルとかがもうすごい前衛的で、当時はすごい賛否両論のあった画家さんらしいです。そうすごい作品に個性があって、もう会ってみたら彼の作品って分かるような画家さんなので、絵画にあんまり関心がない人でもすごく印象に残って見てて楽しいようなスタイルの作品を残している方だと思います。で彼の席がアマランテにあるので、この美術館がまさにこのアマランテの大中心部にあって、そう彼の作品だけじゃなくてテンポラリーの、エキシビジョンも一部やっていて、他の画家の作品も見ることができるのはこのミュージアムです。ではリバーサイドに降りて、朝いた方のと逆側の岸ですねを歩いていこうと思います。
水温が聞こえてると思うんですけど、すごいこれ癒されます。水がすごい綺麗で、ローカルのビニョベルデを頼みました。これが生ハムとチーズとサンドです。いや、グリーンワインとサンドイッチめっちゃ美味しかったです。生ハムもチーズもその場で切って挟んでくれるのですごい新鮮だし、何よりチーズが美味しかったです。好みのチーズでした。ちょっとワインすごいタップタップに組んでくださって、程よくアルコールが入ったので帰りのバスで寝れたらいいな。皆さん今回の Vlog いかがだったでしょう。僕はちょっとこのアマランテという街が想像のもう何倍も素敵すぎて、本当にちょっと恋に落ちてしまいました。本当に素敵な街でした。とっても小さい街ではありますが、この川沿いに広がっている、景色であったりだとか、あとはもういくつかお見せしているパステラリア、行けてない素敵なパステラリアもいっぱいあるんですよ。実は全部リバービューで、そう雰囲気も素敵で、そうでやっぱりギマランシュの時にお話した通り、やっぱり北部特有のなんか人の親切さとかあったかさも感じられますし、この街の優しい雰囲気に僕はちょっと今日この一日とっても癒されてヒーリングになる旅でした。ちょっと本当にここおすすめです。こんなに素敵な街だったとは。日本人にとっては本当に知られていないというか、僕も本当に全然知らなかった街なんですけど、来てみたらなんとこんな素晴らしい、素敵すぎる。本当にぜひぜひ、本当にこんな風にコンパクトに回れちゃいますし、もしくはもうゆったりしたかったら泊まってもいいと思いますが、ポルトからも近い街なので、ギマランシュからもそうですし、とってもおすすめの街です。いやー本当に良かった。では、今回の Vlog はここで、おしまいです。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。